すごい残念なと思うところがあります。80年代あたりから日本ってメイドインジャパンって高級ブランドとして売られた高級ブランドのイメージがあった。もともと生産力のある国、もともと世界のベストしか作らない国がたった2、30年で完全に観光業、完全にインバウンド、完全に外国人のお金に頼ってきた国になってしまったことが非常に残念だなと私は最近思います。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。自分は1970年生まれなんですけど、当時のメイドインジャパンというイメージが正直にあんまり良くなかったんですよね。チープ。よく作られてない。すぐ壊れる。そういうアメリカ人としてのイメージが70年代もほとんどそういうイメージだったんで、80年代に入ってからまだそういうイメージがあったんですけど、少しずつこう日本車、日本のテレビ、日本の腕時計、日本のカメラ、日本で作られたものがすごくいい。ものすごくこうアメリカでも気に入られるようになって、評価されるようになった。メイドインジャパンはもともとジャンク、チープなものが80年代の流れが、メイドインジャパンは世界のベスト。80年代、90年代の日本って、これからのこと、これからのため、これからこういう世の中、もうこれからのトレンド、これからのすべては日本からもう出てきたことも日本好きなアメリカ人としてそれ見てすごい楽しいところだったんだよね。リーダーシップ、クリエイティブスタイル、トレンド作り、ものづくり、もの壊れない、世界一を目指す。世界2位はダメだよね。世界一を目指すことなんですよね。その日本をまた復活して頑張らなきゃいけないんじゃないですかね。世界のために、平和のために、これからのために、もう日本のためにですよね。最終的には。せっかくその80年代、90年代、20年、30年の世界のトップとしてのものが、なぜ今、メイドインジャパンのものが少ないのか。なぜ、もともと生産力のあった国の生産がなぜ中国とか他の国に行っているのか。日本だけじゃないですよ。アメリカもそうなんですよね。同じ問題があるんですよ。アメリカで作るものがないから力がない。もう日本で心配していることは、日本はメイドインジャパンの国から、ウェルカムツージャパンの国になってしまったことに大きな問題があるんじゃないかと思います。今の日本円、150円台の日本円の円安さ、80円、79円まで上がった時覚えてるんですよ。それが別にいいと言ってないんですよ。言ってないんだけど、もともとメイドインジャパンで作られたものが高く売れたのに、高く評価されたのに、安売りをする必要が全くはないのに、結局安売り日本になってしまったことが非常に残念だなと思う。インバウンドのおかげでトラブルがある。外国から誰でも簡単に安く日本に行ける。日本に泊まれる。一つの安い観光地になったことが残念じゃないですか。観光以外の面でもあんまりよろしくないんじゃないかというところも出てきているんじゃないかと思います。土地を買われること。外国の方にどんどん日本の領土を買われること。もともと日本にずっとあった株価、もう全部日本人であった会社が海外に買われたり、持っていくことが円が安いからこそ。日本のイメージダウンになったからこそ、こういう現象もあるんじゃないかと思う。これは最近の一つの例があるんですよね。外国人の中ですごい話題になっているのは、日本にある空き家がものすごい安く、誰でも簡単に安く買える。ということはもう、インスタグラム、ツイッター、X などにも、そういう英語でのコマーシャルが流れてる。なぜ日本はこんなに安くなってるのか。おかしいじゃん。観光地じゃないじゃん。ものを作る国として力を持つべきじゃん。覚えてることあります。1994年ぐらいに、当時の会社の部長と銀座の工事コーナーの方でコーヒー代をその時の見て、千何百円だったのかな、1400円、1500円かつ、高いなと思ったんですよ。部長、
なぜコーヒーはこんなに高いのって。だからおめえよ、このね、一坪のスペースが1億の価値だよ。1億と銀座の4丁目だったかなのところ1億円のどうやって払うのって土地代って。だから高い。確かにな。日本はね、そういうイメージだったよ。日本のホテル。当時、香港より、ヨーロッパのスイスより、日本は世界一高い国だった。それまた別にいいか悪いかと分からないイメージとして、実際に車などにメイドインジャパンのものを売れてたわけですよ。実際にその時はメイドインジャパンのものがほとんどだった。少しずつ。メイドインジャパンのものも、メイドインアメリカもそうですよ。中国、東アジア、メキシコなどのところに流れていて、たった2、30年、アメリカの現状、日本の現状を見て、大きな間違いだったんじゃないですかね。それね、もったいない。非常にもったいないなと。世界のトップのイメージから観光地になった。俺に言わせると、もう日本のイメージを安売りする必要は全くありません。メイドインジャパンは高く売るべきだと。また高くするイメージをもう作り上げていくことが本当に大きなプラスになるんじゃないのかなと思います。ポイントは、もう自分の目の前で見てきた、まだ54歳なんですけど、見てきた生産力のある80年代の日本、90年代の日本を見てきて、今2020年代に来て、今の日本を見て、おそらく間違いないと思うんだけど、自分の国で自分の国民を使って物を作る、自分の国を守る、自分の国で作ったものを海外に輸出する外資を入れてやっていくのは正しかったんじゃないですか。そのうち安くあっちこっちにもう結局作っているものがわずかしくならない。海外いろんなところに頼ってはいけない。円が安いから海外から仕入れることも難しい。悪循環ですよね。たった2、30年でこうなってしまったことは残念だなって感じました。日本大好きなアメリカ人として、日本大好きな日本人として、多分見てくれてる方の中、ほとんどの方が日本大好きだから、今の日本はどうなっているかと心配している方が多いと思うんです。心配してなければ目開きなさい。いろいろおかしくなってるから、日本もアメリカもこの世の中も目開いて自分の国を守ることを、自分の国のために頑張ることを、自分の国をもっともっと強くすることが大事だなって最近感じてます。日本好きなアメリカ人として自分の周りにも日本大好きな人がいっぱいいます。これから国のために、日本のために、日本好きなアメリカ人としてアメリカのためにも、お互いの国のために頑張ってやっていきましょう。ね。サムズアップ的に。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いします。スティーブ的グッズは Amazon Japan と StevePOB.jp にありますので、よかったらチェックしてみてください。こういう T シャツとキャップ、アメリカと日本の一つになっている気持ちを国のために頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ではまた次回まで失礼します。